この星マスクの大きな構成のとこだけちょっと不満なんですけども、これがこんな感じになります。これがこんな感じ。星好きの皆さんこんばんは、相棒でございます。それではステライメージを使って星マスクを作っていきますけども、どんなタッチソフトでもできるかと思いますので、お好きなソフトで試してみてください。それではですね、非革命合成を使った星マスクを作っていこうと思います。これ元画像です。フラット補正だけやってます。まずはですね、この選択マスク作成で、微光性だけの星マスクを作りたいと思います。まあ、設定は大体でいいんですけど、大体このぐらいでいつもやってるんですけど、まあ、星によって変えてください。この明るさとか。ちょっと僕はちょっと明るめにして、ちょっとぼかした感じ使ってます。で、これでまあ、OK すると、微光性だけの星マスクができます。この大きな星がないですね。微光性しか残ってないです。ただ、微光性は結構きちっと取れてる感じですね。で、まあこれをちょっとデータがある付近まで、戻しておきます。こんな感じにしておきます。これがまず一つ目のマスクです。微光性だけのマスクです。で、次にですね、レベル調整だけでマスクを作ります。元画像を複製しておいて、で、モノクロ化して、まあ、レベル調整だけで、こう削って、星雲が消えるまで、こう、やっていくと。星雲を消すところまで、こうやっちゃうと。で、最大値側は、ちょっと戻しておきます。データがある付近まで戻しておきます。こんな感じで星雲がほぼ消えた。まあちょっと残ってるんで、もうちょっと消しますけど、まあこんな感じで、星雲だけ消したマスク。これを作りました。で、今作ったマスク、レベル調整作ったマスクと、この微光性のマスク。これをですね、まあ合成すると。非革命で合成します。すると、まあこんな感じで、ちょっと増えましたよね、構成が。こういう微妙な構成が、こう増えましたと。黒く塗りつぶされてたところが、まあ埋まりましたって感じですね。これでちょっとそこそこ中間的な星マスクを作っておきます。で、今まではですね、これを、ちょっとマキシマムフィルターで、製造を大きくして、ちょっと大きくして、それからガウスぼかしでぼかしてたんですけど、まあそれだけだとですね、ここがちょっと歪なんですよね。こういう大きい構成が、元画像に適用させたときに、まあちょっと一回今までのやつやってみましょうか。ちょっと複製しておいて、マキシマムフィルターぼかしと。これでまあ同じぐらいぼかしておきますと、半径2ぐらい。で、持って、元画像に適用させて、ノイズ処理したりしてたんですよ。反転させて。で、ただまあこれでまあ強調して、トーンカーブで強調してみると、こういう、わかります？なんか黒縁みたいなになりやすいんですよね、こういう。ちょっとここはおかしくなるんですよね。やっぱりもうちょっと、このマスクを、大きい構成をきちっと取っておきたいなということで、で、もう一つマスクを作ることにします。で、一番大きい構成、これを残したマスクを作ります。これを複製させて、で、モノクロ化します。で、モノクロ化しました。で、これで単純に、この大きい残したい星、これだけを見て、多少削りますと。まあ、このぐらいデータがある付近まで、背景がある程度暗くなるところまで戻します。これで OK です。こんな感じのマスクです。星雲も残ってます。で、次にこの2枚を使います。先ほど作ったマスクと今作ったマスク。で、先ほど作ったこっちの、比較名したやつですね。これを選択範囲で囲みます。あ、これ丸で囲まないといけないですね。丸で囲みます。まあ、どのくらい囲むかというと、まあ、
と大きめに囲んでおきます。で、ちょっとこのやり直したいんで、こう洗濯マスクを、洗濯範囲をコピーってしておきます。これで後で何度でもやり直せるんで。で、ここで、合成、で、比較名で、こっちのマスクですね。この大きい星の方ですね。これを選んで、合成、で、ラージスター。こっちを選んで比較名と。するとこんな感じで、この星が大きくなりましたよ、ということなんですよ。で、ちょっとね、こっちの背景が、今明るさが2、3、4とかなってますけど、で、こっちの明るさが背景が11とか2とかなってますけど、これちょっと明るさを7ぐらい下げて、8ぐらい下げてみましょうか。これで4、5、4、一緒ぐらいになったんで、これで OK と。で、ちょっと選択範囲を外して、で、強調してみますと。するとこんな感じで合成されました。ただ、微妙にこの明るさの違いがあるんで、強調すると若干わかりますよね。ただこのまま使わないんで、こんな感じになってますけど、このまま使わないので、いつもここで、いつもマキシマムフィルターで、大きくしてぼかしますと。同じだけ、半径同じぐらいだけぼかします。で、レベル強調してみると、ほぼわかんなくなりましたよと。気になるんであれば、もうちょっと明るさ合わせて、調整してやってもいいですね。もしやり直す場合は、さっきの洗濯マスクで囲って、選択範囲。これ貼り付けってすると同じとこまた貼り付けできるんで、これで明るさの調整できるんで、はい。こんな感じでやってみてもらってもいいかなと思います。うまく合わせればぼかさなくても、だいたいわかんなくなりますけど、こんな感じですね。これでほぼほぼ大丈夫になってきたかなと。で、これで星マスクが完成です。これで比較名を使った星マスクが完成です。で、元画像に適用させて、で、最初やったようにトーンカーブとかやってみますけど、こんな感じで明るさを上げて、トーンカーブで S 字にしてみましたけど、ここの破綻がさっきみたいにあまり破綻しないよという形になりますね。結構自然になってます。これで強調しやすいんで、はい。こんな感じで、自然なマスクができるかなと。もし他にも大きい構成があればそこだけ選んで囲んでやればいいかなってところです。今回はこの火星なんですけど、この火星のここがですね、洗濯マスク設定でマスク作った時に微構成しか取れないんで、これを追加したって形ですね。で、これが比較名を使った星マスクの作成になります。で、また次回はですね、この比較名を使った星マスク、この星マスクを使って星雲マスク、星雲だけ残したマスク、これも作れるので、それは次回アップしたいと思います。で、またですね、比較名を使って、部分的にですね、こういう部分的に星雲だけ処理したいよとか、こっちだけ処理したいよとか、そういうマスクも作れるんで、また別途アップしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。